バイクのメンテナンスって楽になったよね。技術の進歩です。あ、ペン太郎さんだ。穴子さんにチュン太郎さん。メンテナンスが楽になった話をしていました。じゃあ最近のメンテナンスサイクルをメーカー基準で整理してみようか。1、エンジンオイルの各メーカー基準。この間3000キロか3ヶ月で交換しろって言われたんだけど、メーカーは1万キロ1年指定が多いです。3000キロはおおむね昔の話。エンジンオイルは性能上がってるんだよね。 ILSAC 規格が更新されています。最新はガソリンエンジン用では SQ が2025年に施行されたね。歴史を見ると2001年 SLGF3 少燃費性排出ガス浄化オイル劣化防止などの性能向上、2004年 SMGF4 浄化性能耐久性能耐熱性耐摩耗性向上、2010年 SNGF5 少燃費持続性の向上や触媒保護性能を強化、2020年 SPGF6 少燃費性を含む総合性能が向上し高性能なエンジン機構へ適用、2025年 SQGF7 最新のエンジン機構に適用し正常性耐久性をさらに向上という具合。オイル性能はどんどん上がっているんですね。メーカー指定のメンテナンスサイクルもそのおかげもあって長くなっているね。どこのメーカーも交換の時間経過は1年としています。乗らずに1年置いてあったら交換必要なの。1年動かさないことの是非は置いといて、動かしていないなら1年置いといても交換不要。使用していないオイルを缶に入れていても微々たる酸化しかしません。オイル缶に入っててもバイクのオイルパンに入っててもおよそ条件は同じだしね。いずれにせよ1年指定ならそれを早めなくていいんだね。通常はそう。後でまた各メーカーの指定と合わせて詳しく話すとしよう。2、ホンダ。うちにあるバイクの説明書を見てみようか。ホンダはどれも1万キロのイメージです。 CB400、CB1300、アフリカツイン、ゴールドウィング、これらはみんな1万キロ指定。短いのは CB250R が6000キロ、あとグロムが3000キロ。排気量小さめだと短くなるんだね。エンジン回転数が高めになりがちですし、オイルパンも小さいしね。ホンダは空冷が3000キロ、250cc クラス以下の水冷は6000キロというものが多そう。そっか、昔のバイクは空冷だから3000キロだったんだね。水冷メインの今は3000キロ交換は早すぎるってことかな。3、ヤマハ。ヤマハはテネレ700と XSR700 は1万キロ指定になってる。ホンダと同じような基準みたいですね。 YZF-R3 は5000キロになってるね。小さめクラスもホンダの基準と近い。空冷は3000キロなの。 SCR950 は3000キロ、 SR400 とセローも3000キロ。やはり空冷3000キロ指定は共通のようです。4、スズキ。スズキは GSX-8R が6000キロ指定になってる。大きめだけど6000キロなんだね。 SV650 も同じく6000キロ。スズキは原則6000キロにしているようですね。 GSX250R と GSX-S125 も6000キロ。油冷も水冷と同じく6000キロのようです。面倒だから全部6000キロにしちゃったのかな。そうかもね。空冷のグラストラッカーは3000キロ、他も空冷は3000っぽいね。5、川崎。川崎は Z900RS、ZX4R、Z400、W230、Z125 プロとあって全部6000キロ。スズキと同じかな。ちょっと違って空冷も小排気量もみんな6000キロ。男らしいですね。スズキ以上に雑だったね。説明書のエンジンオイル関係のページ全部見た目一緒。構成の手間が少なくていいですね。じゃあ電動バイクの ZE1 の説明書にもオイル交換書いてあったりして。まさかと思ってみたらさすがにそれは大丈夫だった。いずれにせよ川崎は何でもかんでも6000キロということですね。6、エンジンオイルまとめ。全体をまとめてみようか。近年はおおむね1万キロ1年というイメージですが、それはホンダとヤマハです。スズキと川崎は6000キロだね。あとホンダヤマハも 250cc 程度以下は5、6000キロ、そして空冷は3000キロが普通。でも川崎だけは空冷も6000キロです。空冷の例外もあってモトグッチ V7 のマニュアル見たらどう見ても1万キロ指定になってる。ここでイタリア人を信用していいのか疑惑が出てきましたね。
川崎の6000キロ投資を信用していいのかもあるけど、川崎は大丈夫って言ってるから大丈夫でしょ。 V7 と似たようなヤマハの SCR950 が3000キロですからね。 SCR なんてオイル4リットルくらい使うけど V7 は2リットルくらいなんだよね確か。オイル全体量が多い方が全体の劣化は少ないでしょう。イタリアは人もバイクもおおらかだからきっとエンジンも神経質じゃないんだよ。とりあえず水冷は6000から1万で空冷は3000が多いことが分かったけど、3000キロ交換というのは昔空冷が多かったから定着したのかもしれないね。現代は水冷メインなのでメンテ負荷は下がっていると考えて良さそうです。7、エンジンオイルメーカー指定とは。この間メーカーの指定より早く交換しなきゃダメだおじさんに説教されたけど、多分工学系の常識を知らない人でしょう。建築土木機械などには安全率っていうものがあるからね。安全率？工学系全般の安全率というのは設計上の適正値を計算した後、最終的にその2倍3倍を許容値として設定するんだよね。分野によって違いますが、おおむねそういうプロセスです。例えば建築基準法では材料の応力指定を材料力学の破壊に至る応力から論理的に大丈夫だよねという数値で計算した後、最後に安全率をかけて基準値にする。安全率自体は長期応力なら3倍とかいろいろ決まってる。絶対大丈夫な数値からさらに2倍3倍とかに設定されてるんだね。要するにありえないレベルで安全な基準にしています。工業製品の考え方も基本的には同じで、エンジンオイルもいろいろ過酷な試験をして絶対大丈夫の数値を出してから、最後にじゃあ安全率でさらに数値を厳しくしてマニュアルに書くという手順のはず。なるほど。ペンタローはバイク開発業じゃないから正確ではないけど、工業製品は普通そうだよねという話ね。メーカーが1万キロ指定するということは安全率の考え方で指定しているはずなので、2万キロ3万キロは問題ないと想定するのが妥当です。そういえばコマネチさんもそんなこと言ってた気がする。現実の2倍じゃ甘すぎてメーカー側としては怖いみたいな話ですね。過酷な使い方でも大丈夫かな。サーキット走行は別枠だから走行前後でオイル交換がいいと思うよ。公道走行にはシビアコンディション指定があって、それに該当するならその指定の通りにする必要はあるね。バイクにはあまりないので、公道全般の使用では説明書通りで問題ないと考えて良いです。説明書通りで万が一1台でも故障したらリコールで全車エンジン交換になっちゃうもんね。その通り。そんなリスクがないようにメーカーは数値指定してるから、説明書より早く交換しないと壊れるとかいうオイルマウントの人はガン無視で OK。あとは量販店などで現代の水冷の大きいバイクを3000キロで交換しろとかいうのはただの商売なので、そちらもガン無視で OK です。余裕の余裕の余裕で1万キロ指定なのに、その3分の1で交換する必要はさすがにないよね。もちろん忘れたら面倒とか手間とかいろいろな都合で早めにやっておいても別に問題ありません。趣味で早期交換するのも悪いわけじゃないしね。バイク初心者の人とかに3000キロで交換しなきゃバイク壊れるよとか嘘言っちゃダメだね。もちろん空冷は3000キロ指定も多いから説明書をちゃんと見ましょうということ。説明書を守ることが必須。説明書以上の過剰メンテを強要したりマウントしたりするのはお互い無益だからやめた方がいいかな。8、ブレーキフルード。ブレーキフルードを半年で交換しろマウントにあったんだけど、間違いとは言えませんが強要してはまずいですね。ブレーキフルードは空気中の水分で劣化するから定期交換が必要なのは間違いない。おおむね車検ごとに交換してねとよく言われます。1年2年とだんだん沸点が下がっていくから、新品より液中に気泡が入ってブレーキが効かないベーパーロックを起こしやすくなる。ただ現実的には2年経過した時点でベーパーロックを起こすような状態はサーキットか長い下り坂をエンブレなしで走るなど特殊条件でしょう。普通の乗り方だと 4,5 年でもブレーキは普通に効いてるね。メーカー指定はどうなってるの？説明書に明確に書いてないけど、新車値3年その後2年と推奨してるみたい。メーカー的には3年は余裕という判断なんですね。そうみたい。ということは3年ごと交換でも全く問題ないと言えるね。新車も交換も使うフルード同じだもんね。車検ごと設定なら忘れないでしょという意図でしょう。
あんまり長く交換しないとフルードの中の水分で錆につながる可能性とかもなくはないし、早く交換するならそれに越したことはないというのは間違いじゃない。とはいえ3年は普通に使えるとメーカーが言っているので、それより早く交換するのは個人の趣味です。サーキット走行なら行く前後に交換するだろうし、ブレーキフルードの色は透明に近い状態から黄色になりオレンジになり茶色になりという変遷をするんだけど、ペンタローは黄色で交換するね。大体この間 SR とか CB400 とか交換したけど、 SR は2回目の車検だから5年、このタイミングで黄色いから交換。 SR はリアがドラムで普段リア中心だからフロントブレーキパッドも減ってなくて、そういう使い方の前提ね。例によって 4,5 年使うことを推奨しているわけではありませんので。他は CB400 ボルドールを新車から3年でついでの作業もあったので交換したかな。ちょっと黄色かったし。半年ごと1年ごとに交換しないとブレーキフィールが悪くなるっていう人もいる。繰り返しだけど確かに劣化はするから短期スパンで交換する方が良いは良いよね。ただそこまでするかは好みですね。重要度高いのは間違いないから、しばらく交換してない人は色を見てみるといいと思う。9. 冷却水。冷却水は現代は長寿命の青色とかが入ってるね。昔のものは緑か赤でした。2年くらいで交換した方がいいって聞いてたけど、現代の長寿命タイプは正直10年いけるらしい。ただメーカーと販売店は走行距離次第で5年くらいで交換したら的な話はしています。ペンタローみたいに走行距離短い人は液体の性能としては全然余裕で7年でも10年でも持つって聞いたよ。メーカー系販売店で。ついでがあったから今回5年で交換したけど、まだ放置でもよかったみたい。7年10年はだいぶ楽になったね。取説に規定はないと思うので、皆さんご自身の判断でお願いしますというところかな。10. チェーン。チェーンの話すると荒れるかな。チェーンは交換サイクルを車両メーカーが規定はしていないので、状態から判断して交換が妥当です。10万キロいけるぞとか、チェーンメーカーは3万キロとか言ってるぞとか、いろいろあるけど、気にする人は 1,2 年で1万キロくらいで交換すると良さそうです。そうすれば掃除しなくても大体平気だね。スプロケットの寿命はチェーンとは別で、そもそもフロントとリアで寿命が違うから、これも随時状態を見てということになる。チェーン交換の時、状態を確認せずにスプロケットも前後交換が原則ですと店の人が言ったら、ちょっと怪しんだ方がいいかもしれません。スプロケットの状態を新品在庫と比較して明らかに劣化が進んでるから同時交換すべきと見せてくれるところは信頼性高いね。見もせずに同時交換なんでって言ったらカモ扱いかな。チェーンがスプロケットを傷めるとか、スプロケットがチェーンを傷めるとか言うけど、接しているのはチェーンローラーとスプロケットだから、同時に交換しないと絶対ダメっていうのは正しくはないね。あくまでそれぞれの状態によります。チェーン掃除しないと危険だっていう人いるけど、そもそも摩擦で削れて伸びたものを締めて油さしてひたすら延命するより、短期スパンで交換の方が明らかに安全です。掃除派は掃除して早期交換派は交換すればいい話だね。早期交換より掃除の方が安全だっていう切れコメントが来ないことを祈ろう。11. タイヤ。タイヤはチェーンより重要だよね。チェーンマウントする人はタイヤマウントしないんですかね。謎のアマリングマウントはあるみたいだけど、タイヤは俗に10年くらい持つと言われてる。減らなければ実際20年とからしいです。タイヤメーカーのブリヂストンは現代では10年で交換を推奨してるけど、推奨ということは例によって実寿命と程遠いということで、安全率を考えると耐用年数20年程度というのは妥当そうかな。紫外線劣化があるので、屋内保管でさらに紫外線対策して空気圧チェックくらいして変形しないようにしていれば結構持ちますね。たまにコロコロ前後移動させてるといいかと。ペンタローはゴムの専門家じゃないから、確実に正確なのはタイヤメーカーの推奨年数までね。12. その他。ゴム系は劣化するから、ある程度劣化したら交換した方がいいだろうね。ブッシュ類とか10年20年とかすると硬くなったりしますし、ホース類も特にブレーキは早めに交換がいいね。フルードと一緒でもいいかもしれないし、これも状態を見て。いろいろあるよね。そういえばペンタロウさん、ガソリンも劣化するけど大丈夫？
給油した日はメモってないからね。腐って動かなくなったりしたらメモを当てられません。とりあえず毎日1台タンク空になるまで走ったら。今バイク何台あるんでしたっけ？ひふみ24台くらいかな。まるっと1ヶ月かかりそうだね。航続距離400キロ以上あるバイクもあるので大変ですね。頑張ってね。見守っています。距離カバ勢さん助けて。今回こちらの世界のペンタロウはガソリンの消費に忙しいようですが、愛車の定期的なメンテナンスは怠らないようにしましょう。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。 LINE スタンプあります。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。